失礼いたします。どうぞ。あ、お久しぶりです。そういうことだったのね。ひろなちゃんも北上派。はい。合点が行きました。あの時調査隊に来たのは朝倉美穂が目的だったのですね。そうなりますね。小姫ちゃんの居場所を教えてくれたのに、小吹さんたちもあの場に呼んでて、おかしいなって思ってたんだ。はい、小姫ちゃんを利用させてもらいました。なんだよ、全部お前らの手のひらの上かよ。気に食わねえ。そういうわけでもないんですけどね。今沖縄で小姫ちゃんが楽しそうにしてるのは朝倉さんと七之里さんが頑張ったからですよ。お前相変わらず調子狂うわ。ヒロナ、なんで沖縄のこと知ってるの？実は任務で沖縄に飛ばされて小姫ちゃんの監視をしてました。沖縄で楽しそうにしてますよ、小姫ちゃん。そっか。教えてくれてありがとう、ヒロナ。茜様、誠、北上誠はどこに？それを含めてお話があります。北上誠さんには家具土が宿っています。本当なんですか、アキラさん？ああ、マジだよ。どんな方法で生き延びたかはわからねえけど、これだけは間違いない。家具土はまこっちゃんに取り付いてる。家具土が北上さんに？こんな話言えた義理じゃねえのは分かってる。何の筋も通っちゃいねえ。だけど頼む、私たちを手伝ってくれ。まこっちゃんを助けたいんだ。頭を上げてください、アキラさん。そんなの当たり前じゃないですか。美穂の。そうだよね、みんな。美穂ちゃんが何も言わないなら私はいいよ。美人の頼みは断らない主義だし。ごめん、ほのちゃん。私はそんな簡単に許せないよ。だってもしかしたらここにほのちゃんはいなかったかもしれないんだもん。ありがとう、清香。でもね、私は北上さんを助けたい。家具土を討伐する手伝いはするけど、それ以上は。どちらにしろ家具土は放っておけません。調査隊は家具土討伐に全力を尽くします。ってことはまたお前の面倒見なきゃいけねえのかよ。よろしくお願いします。アキラ。ヨミか、どうした？ヨミ？どうかしましたか？は？何言ってんだお前。会いに来たのはそっちだろ。はい、顔を見に来ました。そうかよ。だったらもう十分だろ。何を怒っているんですか？あ？私のどこが怒ってるんだよ。言ってみろよ、おい。怒っているのは想定外でした。北上さんのことがあり、平静ではないだろうと思っていましたが。何かありましたか？お前そんな心配性だったか？心配して悪いですか？いや、すまん。ああ、そうだな。私が悪い。筋が通らねえんだ。そこまで謝らなくてもいいです。お前にじゃねえよ、美穂だ。自分自身に怒っていたのですか？ああ、そうだよ。
私にムカついてる。だってそうだろ。気に入らねえことばっかだ。私たちがやってきたことを後悔してねえ。誰にも間違ってるなんて言わせねえ。けど全部が全部正しいとも思っちゃいなかったんだ。はい、わかります。どの口で。でもねえな。よくよく考えてみたら微妙に似たような境遇だな、私らは。はい。私はいつかこの責任を取るもんだと思ってた。玉寄りの被験者になってくれた奴らに見ほの、そいつらに対してだけはけじめをつけないといけないと思ってた。けどな、その責任は全部大人に取られちまった。私らはお咎めなしだ。あなたも。それがどうしようもなくイラつくんだよ。お前らがやってきたことはガキの遊びだったんだって言われてるみてえでさ。自分にできることをするしかありません。あ？罰を誰かに奪われてしまったとしても、誰かがまだ必要としてくれるなら自分にできることをするしかないんです。私はそうしています、アキラ。お前変わったな。生ハゲに泣かされてた黄泉のくせにかっけえな、お前。あの件まだ許していません。何度も謝ってんじゃねえかよ。黄泉。何ですか？いい立ち持ったな。はい。家具土はまだ見つからないか？はい。おそらくは北上玄山が家具土を手引きしたのだと思うのですが。すみません、姉様。政府との会議が始まります。分かった。家具土に北上玄山、一体どこに？何事だ？東北地方の鳥海山付近で強力な荒玉の存在を感知しました。山頂を中心に周囲の大気の温度が異常に上昇中であり、さらに噴火の兆候が見られます。すぐに部隊を編成し。通信です。北上玄山から通信が入りました。向こうから接触してきたか？ゆかり様、お待ちしておりました。つなげろ。はい。折紙ゆかりだ。わしは現東県で管理局局長の折紙茜と話がしたいと言ったはずだが。折紙茜は政府と協議中だ。まあいい。折紙ゆかりでも問題はない。鳥海山の異変は感知しているか？ああれこそが我らが神家具土様の見業だ。このまま鳥海山を皮切りに一つ一つ日本の活火山すべてを噴火させることも可能なのだということを理解してもらおう。要件を言え。対話だ、折紙ゆかり。わしらに東県類管理局と戦うつもりはない。だが今のままでは対等に話せはせぬ。お前らは家具土様のお力を知らぬのだからな。まずは死で。切れたか？どう思う、この花？対話という名の脅しですわね。日本中に自分たちの力を理解する時間を与え、世論を味方につけ、要求を通りやすくするつもりでしょう。傲慢な方法です。私も同じ見解だ。
北上玄山は次の通信で金山姫を要求してくるだろう。だが本当にそれだけが目的か。計画は順調でございます、かぐつち様。あかぐつち様の力を日本中で知らしめ、民意をこちらにつければ、刀剣類管理局とてこちらの要求を飲むしかないでしょう。奴らとてバカではありません。かぐつち様の望みが金山姫であることは察しているはずです。その結果を想像できるほど愚かでもないでしょう。ですが、そうと分かっていても、奴らは金山姫を差し出すしかない。これも全てはかぐつち様のお力があってこそです。刀剣類管理局は金山姫の交換条件としてわしの身柄を要求する可能性はありますが、その時は喜んでこの身を差し出しましょう。うわー！かぐつち様、何を？燃えろ。お待ちください。なぜわしを？黙れ。お答えください、かぐつち様。なぜ？なぜわしを殺そうとするのですか？お教えください、かぐつち様。かぐつち様、逃げてください。お前はまことか？そうです。私がかぐつちを抑えている間に、かぐつちの考えはあなたと違う。かぐつちは都市を恐れているのです。だからこそ都市と交渉するあなたを殺す。今のうちに逃げて。わしが間違ったのか？何を言って。体から力が抜け。おお、そのお姿は。ダメ。私は何を？体が動かない。私の体はまたかぐつちに乗っ取られて。そうだ、あの人はいない。それにこの匂いは。なんてことを。意識が保てない。かぐつちの支配が強く。かぐつち、あなたはこれからどうするつもりなのですか？ゆかり様、北上玄山から通信です。前の通信からまだ時間が経っていないが、どういうつもりだ？少なくとも1日は空けると思ったのですが。そうだな。何か状況が変わったのかもしれない。つなげ。はい。要求。北上誠、かぐつちか？北上玄山の姿がないな。北上玄山には秘密で伝えたいことがあるのでしょうか？玄山はどうした？
死んだ。朝倉美穂のを殺し、金山姫を差し出せ。断る。通信遮断されました。ですが今の要求は玄山が死んだというのも。ゆかり様、鳥海山付近の温度がさらに上がっているとの報告が。脅しですわね。要求を飲まないのなら被害はさらに大きくなるという。ああ、この花特務警備隊に集合をかけろ。はい。五花殿学長に家具土討伐隊の選抜を進めさせろ。折紙局長には至急戻るよう連絡を。はっ。ただいま戻りました。討伐隊の結成はどうなっていますか？真庭学長を中心に選定を進めています。詳細はこちらのタブレットに。見せてください。はい。総力戦ですね。江藤さん、十条さんを中心とした五花殿の上位を集めた部隊に特務警備隊、そして赤羽島調査隊に稲子さんたち。特務警備隊を先行させてください。説明は道中で。承知いたしました。リストアップされている都知の招集は。少し待ってもらえますか？代わりに折紙ゆかりを呼んできてください。入るぞ。お呼び立てしてすみません、姉様。どうした？朝倉さんのことです。討伐隊に朝倉さんを参加させるべきか、姉様の意見をお聞かせ願いますか？まずは茜の考えを聞かせてもらおう。はい。家具土の目的は朝倉さんです。安全な場所に避難してもらった方がいいでしょう。家具土が朝倉、金山姫を手に入れてしまえばどのような被害が出るかわからないか。その通りです。ですが同時に家具土討伐を考えた時、金山姫の力を持つ朝倉さんは切り札になります。ですがこれには問題が一つ。現在の朝倉さんは金山姫の力を自由に行使できません。帯に短し、たすきに流しだな。姉様はどうお考えになりますか？私なら朝倉を討伐隊に参加させる。理由は2つだ。朝倉は金山姫の力を自由に行使できないと言ったな。だがそれを抜きにしても今の朝倉は成長著しい。朝倉を中心とした赤羽島調査隊は特務警備隊にも劣らないと思っている。もう一つは、この日本に安全な場所などもはや存在しない。それは家具土の被害は時間とともに拡大している。鳥海山付近のみで収まると誰も断言はできない。はい。ならば朝倉という力は後方に追いやるのではなく最前線でこそ振るうべきだ。そうですね。貴重なご意見ありがとうございます、姉様。決めたか？